今日はチャクラ開花の新発見についてお伝えします。これまで子宮のチャクラなどすべてのチャクラを開花する施術を行ってきましたが、丸8年経って新たなステージが見えてきました。新しい発見は、ピンポイントのツボだけで脳域できるようになるツボと、その仕方です。脳域とは心と体の間にある自意識をなくし、心と体を直結して自意識から解放されることです。宇宙とつながる、頭真っ白、など人によって表現は違いますが、完全に自意識がない状態となると記憶も曖昧です。余韻が長く続くようになり、数日間じんわり心地よさが続きます。最近は施術後、何もしていないのに数日後にノグ息状態が再来する人も増えています。また、初回の施術からいきなりノグ息状態になる人も増えていて、前回の大阪出張の時は3分の2の人が初回でノグ息して、3日連続で受けて3日目にノグ息した人もいました。話がそれてしまいましたね。ピンポイントのツボだけでノグ息できるようになったのは大きな発見ですが、前からその予兆はありました。ただ、聞く人が少なかったので、聞きやすい人に聞いているだけなのか判断がつかなかったのと、ピンポイントで抑える勘どころがまだついていなかったのかもしれません。長年研究してきて、人の体質の差を超えて多くの人を早い段階でチャクラ開花するための手順が確立してきたのですが、逆に抑えておくべき手順が増えたため、一つのポイントの反応をじっくり時間をかけすぎなくなってしまったのもあるのかもしれません。一つ一つじっくり時間をかけて反応を引き出すことも大事なのですが、限られた施術時間や少ない施術回数で結果を提供するためには、一つに時間をかけすぎないで多くの方法を試した方が確実性が高まるという側面はあるので、そこはジレンマではあります。ただ、今回じっくりピンポイントのツボを確実なものにしたことで大きく前進することができました。しかも元から聞きやすいタイプの人だけでなく、初回は平均的な反応だった人も2回目、3回目でどんどん開花させていって、3回目でノグ息できるようになったのも大きな成果です。今後どんな人にでも早い段階でピンポイントのツボが効くのか試していきたいと思います。さて、ピンポイントのツボはさっきも話したように急に降りてきたものではありません。これまでの手順があったからこそ発見につながったもので、基本としてはこれまでの手順が大事になってきます。今までの基本的な手順や道筋は、ツボとツボをつないでいる道筋、経絡というものです。この道筋をはっきりと見つけることがまず大事です。講習動画でこの基本的な手順を教えていますが、今まで試行錯誤して研究してきて一番効果が出やすい道筋や方向を示しています。それを踏まえた上で、一点だけのツボが有効となってきます。まず線をたどることの方が点を見つけるより簡単という側面があります。もう一つは、線として動かしていくことそのものが、初期段階では体や心に影響を与えやすいという側面です。人は動体視力のように感覚も動いていることを感知する能力があり、一点でじっとしているのと別の刺激を与えることができます。平常の状態から脳域のようなトランス状態に入る過程として、まずゾワゾワしてきて、次にピクピク、さらに次にビクッという感覚が起きてきます。そこまで来ればノグ域に入りかけている状態となっていて、ここからはピンポイントのツボを押しても効くようになる段階に入ります。今後研究が進めば、初めからピンポイントでツボを押してもいきなり効果を発揮できるようになるかもしれませんが、
現段階では反応を呼び起こす時と聞き始めてからの使い分けが有効なのではないかという研究結果となっています。この新しいツボの押さえ方についてや、そのツボを見つけるための手がかりをつかみやすくする方法など、講習動画でも教えていくつもりです。東京や大阪の講習会の日程まで待ちきれなくて、沖縄まで受けに来る人もすごく増えていますので、どんどん教えていきます。ということで、これからもチャクラ開花は日々進化していきますので、今後ともお楽しみに。